人に何かを説明するとき、うまく伝わらなかった経験はありませんか？一生懸命話したのに、相手が首をかしげたことはありませんか？それは、あなたの話し方が下手だからではありません。頭が悪いからでも、努力が足りないからでもありません。実はそこには、人の脳の仕組みが関係しています。人は、分かりにくい説明を聞くと、自然と考えるのをやめてしまうのです。だから、説明が苦手だと感じるのは、とても自然なことなのです。この本を読むと、あなたの説明が変わります。今回ご紹介するのは、説明が上手い人がいつも頭に置いていること。著者は犬塚正史さんです。ジャンルはコミュニケーションの本です。この本は説明が苦手な人のために書かれています。どうすれば相手に伝わる説明ができるのか、その考え方をとても優しく教えてくれます。この動画では本の要点を3つに分けて紹介します。本書の概要。この本は説明が苦手だと感じている人に向けた一冊です。話す内容ではなく、考え方に注目して書かれています。多くの人は、説明が上手い人は話し方が特別だと思いがちです。でもこの本では、それは違うと教えてくれます。説明が上手い人は、話す前にあることを頭に置いています。それは相手の立場で考えることです。この本では、説明とは何かをとても優しく説明しています。説明とは自分がわかることを話すことではありません。相手がわかる形に整えて渡すことだと伝えています。内容は難しい理論ではありません。身近な例や日常の会話を使って話が進んでいきます。読むことで説明の順番や言葉の選び方が変わっていきます。相手がどこで迷うのか、どこでつまずくのか、それが自然と見えるようになります。この本を読むことで相手に伝わる説明の考え方がわかるようになります。重要な3つのポイント。1、説明の前に相手を思い浮かべること。説明が上手い人は話し始める前に相手の顔を思い浮かべています。今この人は何を知っているのか、どこまで理解しているのか。この本では説明は独り言ではないと伝えています。相手がいて初めて説明になるのです。例えば同じ内容でも相手が変われば説明は変わります。子供に話す時と大人に話す時では言葉も順番も違います。説明がうまくいかない時、多くの場合話す内容が悪いのではありません。相手との距離が合っていないだけなのです。この本では説明の前に相手は誰かを考えることが大切だと書かれています。それだけで伝わり方は大きく変わります。説明とは情報を並べることではありません。相手の頭の中に道を作ってあげることです。その道を作るためにまず相手を見る。それが一つ目の大切なポイントです。重要な3つのポイントに、最初に全体の形を伝えること。説明が上手い人はいきなり細かい話をしません。まず全体の形を伝えます。この本では人はゴールが見えないと不安になると書かれています。今何の話を聞いているのか、これからどこに向かうのか、それがわからないと話の途中で頭が疲れてしまいます。例えば道案内をするとき、いきなり右に曲がって次は左ですとは言いません。最初に駅まで行きますと伝えます。説明も同じです。最初に全体の地図を見せることで相手は安心します。この本では説明の冒頭で話の数や順番を伝えることを勧めています。今日は3つ話します。まず1つ目はという形です。それだけで相手は聞く準備ができます。説明がぐっと聞きやすくなります。全体を先に伝える。それが2つ目の大切なポイントです。
重要な3つのポイント3、相手の中に例えを置くこと。説明が上手い人は難しい言葉をそのまま使いません。相手が知っているものに例えて話します。この本では例えは橋だと優しく表現されています。知らないことと知っていることをつなぐ橋です。例えば新しい仕組みを説明するとき、言葉だけで進むと相手は迷子になりやすいです。でも身近な例を出すと頭の中に絵が浮かびます。絵が浮かぶと人は安心します。安心すると話を最後まで聞けます。そして後から思い出しやすくなります。この本は説明が伝わらない原因は知識の量ではないと伝えます。頭の中にイメージが浮かばないこと、そこが一番のつまずきだと言います。だからこそ相手が知っている世界に例えを置くことが大切です。相手の中にある言葉を使い、相手の中にある場面を借ります。例えは話を飾るためではありません。相手の理解を助ける道しるべになります。それが3つ目の大切なポイントです。印象的なエピソードや引用。この本の中でとても心に残る考え方があります。それは説明は親切の形だという考えです。説明が上手い人は自分が話したいことよりも相手が今何を知りたいかを考えています。その姿勢が説明の優しさになります。本の中では説明が伝わらない場面がいくつも紹介されています。その多くは話し手に悪気がないことが共通しています。例えば仕事の打ち合わせの場面です。専門用語が続き、話の順番も決まっていないと聞いている人は少しずつ不安になります。今何の話をしているのか、自分は理解できているのか、その不安は表には出ません。でも心の中では聞く力を弱めてしまいます。説明が上手い人はその不安に気づいています。だから最初にこう伝えます。今日はこの話をします。理由はここにあります。本の中では説明とは相手の不安を一つずつ取り除く行為だと表現されています。わからない状態は人を緊張させます。だから丁寧な説明は安心を手渡すことでもあります。相手の頭の中を想像し、つまずきそうな場所で立ち止まります。その姿勢こそが説明が上手い人の共通点です。説明は話し方の問題ではありません。相手を思う気持ちが形になったものだとこの本は優しく教えてくれます。実生活での生かし方。この本の内容は特別な場面だけでなく、毎日の生活の中で自然に使うことができます。難しい準備や特別な道具は必要ありません。例えば仕事での会話です。同じ説明をしているのに何度も聞き返される、そんな経験は誰にでもあります。この本の内容は会議や打ち合わせのような場面でも役立ちます。話し始める前に相手が誰なのかを考えます。上司なのか、同僚なのか、初めて聞く人なのか。それだけで言葉の選び方や話す順番が変わります。説明が一方通行になりにくくなります。また家族との会話でも使えます。お願い事をするとき、いきなり理由だけを話すと相手は身構えてしまいます。まず何を伝えたいのか、全体を先に話します。この本の内容は家庭のような場面でも役立ちます。そうすることで相手は安心して話を聞けます。気持ちのぶつかり合いが起こりにくくなります。学校や子供との会話でも同じです。難しい言葉は使わず、身近な例えで話します。知っているものに置き換えて説明すると理解が早くなります。この本は説明をうまくするために話し方を変えなさいとは言いません。考え方を少し変えてみようと伝えます。相手の立場で考える、全体を先に見せる、例えで橋を架ける。この3つを意識するだけで
説明はぐっと優しくなります。毎日の会話が少し楽になる。それがこの本を実生活に生かす大切なポイントです。まとめです。ここまで説明が上手い人がいつも頭に置いていることを紹介してきました。説明が苦手だと感じるのは才能がないからではありません。話し方が下手だからでも知識が足りないからでもありません。大切なのは説明の前に相手を見ることでした。相手は誰か、どこまで知っているか、そこを考えるだけで説明は変わります。次に大切なのは最初に全体を伝えることでした。ゴールを先に見せることで相手は安心して話を聞けるようになります。そして例えを使うこと、相手が知っている世界に橋を架けることで理解はぐっと深まります。この本は説明を特別な技術として教えていません。相手を思う気持ちをどう形にするか、その考え方を優しく伝えてくれます。説明が変わると会話が変わります。会話が変わると人との関係も少しずつ変わっていきます。この本を読んだ方はぜひコメントで感想を教えてください。チャンネル登録も忘れなく。